こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。ゲーム再開から数十秒、訪れが訪れますが、これはワールドの再生成で時空がまだ安定してないからなんです。どう見ても収録のスペック不足のせいよ。さて前回は湿地の湖で粘土を見つけました。もはや地上復帰目前、私、地上に出たら原木を入手するんです。きちんとフラグ回収しなさいよね。もう時空が安定しました。さて簡易地図の方ですが、前回湖探しに枝掘りした通路は紛らわしいので省略しました。見つけた湖は拠点からすぐ近くのこの場所で、早速粘土回収に向かいます。さて湖底に到着です。前回より2段上に登れますので、最初に見つけた粘土も手が届きますね。なお収集済ブロックは48ブロックで、次の狙い目は拠点に備えてある専用8種類分の色付き粘土です。ただそれを合わせてモアイ座標は61まで。地上の原木には手が届きますが、平地を足場とする高さにはギリギリ届かないんですよね。ってことでもう数個他のブロックも狙ってます。さてまずは固定で最初に見つけた粘土です。これがあと1段下にあれば廃校まで往復することはなかったのですが。よし無事に回収できてます。この粘土から一つ続きの粘土を回収していきます。水流で流れるのが嫌なので、松明は横壁を掘って設置します。さて作業開始から10分ほどで、一連の粘土の埋蔵具合が明らかになってきました。かなり多いです。これだけ量あるなら、ここだけで原木に手が届く4段分は稼げるわね。十分いけそうです。この時点で、この湖が狭くて他に粘土の塊が見つからなくても地上復帰ほぼ確定です。さてぼちぼち採取し始めます。さらに上の段にも粘土がありました。ちょっと予想外。さて調子に乗って採取しているところです。今、粘土がフェンスで跳ね返ってたわよ。いやそんなはずは。落ちてこない。しもた、今まで跳ね返ってるの気づいてませんでした。さて、これが最後の一つです。フェンスで塞ぐのはのんびりと。結局1クォーターが残ってしまいましたが、粘土ブロック44個確保です。拠点のと合わせると48個、色付き粘土6色分が確保できました。さて、ウキウキしながら拠点に戻って早速クラフトです。6ブロック入手では座標で59まで上がれるわね。平地の原木はもちろん、拠点真上の原木にも手が届きそうね。それも考えたのですけど、原木まで溝掘りつつ移動することを想像してみたら、途中でクリーパーが溝に降ってくるイメージしか湧かないんです。なので、せめて地上を見渡せる高さまでは原木は我慢しようと思います。そうなると、他のブロックを入手するということよね。何を狙うの？黄色と橙色の羊毛、それに干し草の俵です。多分草ブロックが伝播する高さまで、この6ブロックで稼げると思います。さて、お楽しみタイムです。まずは間違いなく空色です。そして次が見まごうことなく赤色です。なんで変な強調するのよ。強いられてるの？別にそんなことないです。で、次は誰が見ても桃色です。そして疑いようがない紫色です。編集で色を調整してもいいのよ。そんな恐れ多いことできません。残り2つ残して一旦上の方の整備をしてたんですが、ついに1箇所、空いてしまいました。やっと封印がほころんできたわね。私ここに封印されてたんですか？で、次が、こんな可愛い色が赤紫色のわけがない、色です。まずどこが可愛いのか詳しく。そして最後がブラックです。また？さっさと転職しなさいよ。
焦らないでもそのうち冒険者に転職しますって。あ、今の取り消しで誓ってすごくいいわよね。テリーにぴったりよね。さて、これでクリーパーが降ってくる恐怖から解放されそうです。クリーパーの危機は依然継続中でした。これならまだ地下ごもりし続けるチャンスあるわね。いえ、いくつか地下でやり残したものはありますが、もう地上に出ないといけない頃合いです。さて準備してきました。サクサクと草を引き込む作業開始です。草を伝播させるためには、いや階段状にするとモブが降りてくる恐れがありますね。まあこんな感じで、先ほどの土までは無事伝播したようです。あとは草ブロックで埋め尽くされるのを待って、そして骨粉を振りかけるだけです。5分経過しました。暇です。超暇理論です。もう待つのは限界。その前に超暇理論って何なの？やってきたのは湿地の湖です。ここでも拠点は秒が距離圏内になるので、多分草も伝播するんじゃないかと思います。で、6段分の緩和した高さを活かして固定に登ります。高さ制限スレスレです。割とギリギリでした。さて肝心の粘土ですが、向こうに白っぽいのが見えます。さすが固定、探しやすいです。でも、思ってたよりも方々にあるわけでないのね。点在している感じですね。よくもまあ前回地中から掘り当てられたものです。あの広い一帯はジャリジャリしていそうです。近づいてみます。こっちにも粘土。で、さっきの一帯は少し深さがあるし、多分海洋バイオームなのでしょう。まだ夜なので暗いですが、間違いなく粘土です。ちなみに今粘土を大量確保すると、苦労して草を伝播させている作業の意義が薄らぐ気もしますが気のせいです。気にしているじゃない。たった1分で32ブロック、つまり色付き粘土4個分の粘土確保です。もう手持ちの染料分を2つ超えてるわよ。この際なのでいずれ入手する染料分も取ってしまいます。2山目の粘土を採取しているところで事件が起きました。固定の洞窟です。ひょっとして前回見つけた峡谷の続き？粘土がいくつか流れていってしまったようです。さて、2山の合計で87個と3クォーター確保しました。そういえばフェンスで跳ね返って1クォーターだけ余ってたわね。まあぶっちゃけ、これを予期して1クォーター余らせておいたんです。さっきの洞窟に落ちればよかったのに。そんなことより、日の出が綺麗です。そういえば日の出見るのはこの企画で初めてでした。幻想的です。なんかすごい。さて、明るくなってきたところで、なんと鶴が目視できました。今なら高さはギリギリ届くはず。この際なのでついでに入手を狙います。鶴が手に入ったらはしご設置不能ブロックが解禁されるけど、ますます草ブロックを伝播させる意義が薄らいでこない？まあ数はあまり取れないと思いますよ。さて鶴に近づいたのですが、見上げる方向からだと結構目視しづらいです。この向きだ。よし、これではしご設置できないブロックも解禁です。とりあえずの手持ちはレッドストーンブロックと TNT ね。ピストンやガラスもすぐ作れます。さて鶴を4つ入手して拠点に戻ってきました。そろそろ草が全面に伝播しているでしょう。あれ？なんか思ってたのと違う。でも2分したら少し広がりました。で、どうせなら鶴も増やそうと這わせておきます。鶴の伸びと草の伝播との競争です。その40秒後、私が根負けしたので引き分けです。何もせず待つのは苦手です。そういえば、
草にコップン巻くと草が伸びるそうですね。地下で草を見つけた時はこれ知らず、干し草の俵の入手チャンスを逃してたようです。そういえば私、1.7 台の仕様変更はあまり調べてなかったです。ほぼ初見で前作を始めて、企画終了前に 1.8 がリリースされてしまったので、とりあえず早速タンポポ来ました。確かサバンナで咲く花は、ポピーとタンポポの2種類だったはずです。で、すでにタンポポ6つ入手してますが、なぜかポピーが生えてきてくれません。これは占領扱いしたアイアンゴーレムの呪いですか？そんなわけないわよ。ポピーが生えないならアイアンゴーレムを召喚すればいいじゃない。気が乗りません。そういえば前に召喚失敗したのは松明のせいではとのご指摘いただいてます。最後にもう一回だけ。ダメか。とりあえずは羊毛と粘土用に黄色の染料2つ用意します。そして色付きの羊毛1つ、色付きの粘土3つがこれで用意できます。この4つで、ついに偉大なる地上への第一歩が踏み出せます。干し草の俵は？あ、育つの時間かかるから面倒ね。あとはツルが4つあるので、入手済みの TNT とレッドストーンブロックくらいは持っていきましょうか。さらに気まぐれにガラスも1つだけ持っていくことにしました。よし、忘れ物はないですね。いざ地上に向かいます。草ブロックのあたりを整備して、焦らない。焦ったらきっと何かミスする。ではまず TNT です。で、次が順番としてレッドストーンブロックよね。さりげなく進められてもきちんと警戒してます。ようやくこの塔に自然の花の要素が導入されました。鶴の挙動も特に問題ありませんね。クリーパーが現れませんように。次はガラスを積んでみましょうか。これで透明性が確保された塔です。ここ以外は隠蔽されてるじゃないの。そして次が、真の黄色のブロックです。羊毛の方も真じゃない。あれ、嘘？鶴が這わせられません。この企画始める前に試した時はうまくいったと思ってたのですが、記憶違い？おかしいな。で、どうするのよ。ガラスはまた今度確認するとして、ガラスくんに変わりまして、代打、レッドストーンブロックくんです。TNT の次なら打線が爆発するのにね。思わぬトラブルがありましたが、ついに戻ってきました。Y 座標63、この一帯での地上の高さです。戻ってきちゃったわね。スタート地点に。企画当初から考えると、予期しない事柄がいっぱいあって、知らない仕様を知るたびに一喜一憂していましたが、無事地上に登ってこれました。で、歩き回る前に高さの安全マージンを稼ぎます。制限スレスレでの行動は結構緊張するんですよ。さてこれで収集済みブロックは60種類、Y 座標65の世界にやってきました。と、葉っぱブロックも一辺1メートルの収集対象ブロックです。確か自分で設置したのは消えなかったはず。まあ後で試してみます。落下トラップ。地上は危険がいっぱいです。自分で仕掛けておいて何言ってるの。さて、有言実行しないと。私は地上に出たら、原木を入手するんです。そこはフラグ回収した方が素直だったわよ。さてこれからは、実績解除しつつ、雲の上を目指しつつです。次回も頑張っていきます。ここからが本当のイカ略ね。それではまたね。バイバイ。